戦国のさんっていいこと言うよね。目合わせて喋ってくれるよね。心地よい居場所提供がうまいよね。もうここはみんなの居場所ですからね。私なんかさ、昔と変わってますか？戦国のさん自身の考えも時間が経つにつれてちょっと変わったりしてて面白くて。私なんか変わったとこありました？結構なんか頑固な人間だから、そんな簡単に変わりはしないんですけど。まあ私の中で大きななんか変化というか、一番ね、なんか、ここ起点で変わったなみたいなところはなんか2、3個あって、まず1個目が、みんなの前になんか出たくないって思ってたんですよ。自分の顔が嫌いだからで、なんか、ファーストライブから何かが変わっちゃう、嫌われちゃうって言って顔出したくないって全否定してたのが、なんか、それでもファーストライブやってよかったってそこで一段階変わって、フォースの時に、やっぱりなんかすごいいっぱい反響をもらって、なんかこう、そこまでね、たくさんあって褒めてくれたみんながいたりとかしたから、やっぱりその褒めてもらえた顔面を、もう夢見たのために使えるんだったらもう無限大に使っていこうっていう、なんかね、コンプレックスが解消されたわけじゃないのに、みんなのおかげで前向きなものとして捉えられるようになったのは、段階を経てったから、本当に不思議だなって思ったし、みんなのおかげでしかないなと思って、そこはなんかすごく変わったなって思いますね。うん。うん。とか、あとは、私、共依存を求めていたというか、お互いがいないと生きていけないようにすれば、私が一人になることなんかないって思ってたんですけど、最初ね。なんか、なんて言うんだろう。まあ、その気持ちがゼロかと言われたらゼロじゃないです。全然。まだそういうなんかどす黒い、なんか、なんでしょう。独占欲みたいなものはあるんですけど、なんか、やっぱり自分の中で口に出して、私じゃなくてもいいけど、でも私がいいって言ってもらえたらいいみたいなのを口に出した時をきっかけに、あ、私じゃなくてもいいんだって思ったし、きっとみんなじゃなくてもいいことってたくさんあって、それでも私がいいし、みんながいいっていうその、一つの、なんか、諦めで、一つの明確な理由、どちらにもなり得るものをこう気づいたときに、共依存じゃなくて自立した人間として、いなくてもいいけどいた方が楽しい。で一緒にいられた方がきっと長続きするんだな、みたいなところにも気づいて、ちょっとそれがいつだったかも忘れちゃったけど、なんかそれもまた一つの転機だったなって思いますね。ガチガチにこう、縛り付けた関係も素敵ですよね。なんか、お互いがいないと生きていけないって本当に素晴らしいと思うんだけど、でも私とみんなは、もっとなんか、世界は広いんだよねとか、音楽っていろんな人と分かり合うことができるんだよねとか、そういうなんか、無限大ミュータイプとしての大きな夢を見続けるためには、共依存より自立して、それでも一緒にいる方を目指した方が、なんか、理想に近いよね、みたいなことに気づけたのは大きかったなって思うし、これは本当になんか配信を重ねてきたからそう思ったなっていうのはありますね。うん。共犯者、確かに。私はでも共犯者って大事だと思います。共犯って。私はみんなを巻き込みたいと思ってます。みんなと一緒に何かを成し遂げることが、私にとっては、なんか、私じゃなくてもいいけど、私がいいって言ってくれたみんなと
一緒にやり遂げたことみたいな風にしたいから、みんなに協力をしてもらいたくてそう、なんかいろいろ宣伝してねとか、誰か連れてきてねとか、一緒にやってくれるとか言ってるのは、例えばなんかさ、何かのモデルとかをすることになりました。どこかの番組にお呼ばれされましたとか、あったとして、私じゃなくてもよかったかもしれないけど、私がいいって言ってくれるみんながいたからこそ、こういう結果になりましたっていうのをいろんな人に見てもらいたくて、みんなにいろいろとこうお願いをしてるわけなんですが。でもね、私がそんなこと言わなくたってみんなそれをしてくれてるから、やっぱなんかね、あるんだと思う。そういうシンパシーみたいな。私が考えてることみんな多分ね、分かってくれてるんだと思いますよ。やっぱりね、悲しいこともシェアすることで、なんか解消されるというか、なんか、吐き出すのも、私は必要だと思うから、みんなの悲しいこともいっぱい共有してほしいし、私も悲しいことがあったらみんなにも聞いてほしいって思うけど、でも悲しいことがあった分の、それよりも絶対多くの楽しいこととか、嬉しかったこととか、こうなりたいよとか、絶望より、その絶望を何倍も何倍も、もう、絶望がひっくり返せないぐらいの希望をお互いに見出していきたいですよね。だから今きっと私がモチーフ楽曲を作るってなったら全然違う曲になるんじゃないですか？そう、なんかね、今まで変わったこと何個かあったって言ってたんですけど、ビッグマウスもコーリングも、やっぱり他者がすごく干渉してくるというか、何かに対するヘイトを、ヘイトを隠さないみたいな楽曲がビッグマウスなんですよ。そう、初めてね、私がビッグマウスについて言及してるのを聞く人もいるかもしれないので、私のモチーフ楽曲1曲目ビッグマウスは、ふざけんじゃねえよとか。まあ、なんでしょう。嫌いなものに対する向き合い方、嫌いなものは嫌いでいい。ゴミはゴミ箱へ。いらないものはゴミと切り捨てて、自分は前に進んでやろうっていう考え方。まあこれはもちろん変わってはいません。で、コーリングは、じゃあその世の中にはその物事に対して私はゴミだと切り捨てたけど、それはゴミではないかもしれない。でも、それをゴミはゴミだと切り捨てるのであれば、それに対する向き合い方をね、もうゴミとするのであれば、じゃあ、そのゴミはちゃんと燃料として燃やして、自分が進むための力にしていかなければいけない。ゴミをゴミだと判断するのは、大切なものが大切なものだとちゃんと切り分けるため。大事なものを大事にするために、いらないものを捨てるっていう考え方がコーリングなんですね。私としては、やっぱ前も言ったんですけど、ビッグマウスからのコーリングで、私のゴミはゴミ箱へ。大事なものは大事に。それでもう完結してるんですよね。私、この考えは多分変わらないと思います。ビッグマウスの時は、より他者に対するとか、他の自分以外の外的要因に対するヘイトが強かったというだけで、今ももちろんないわけではないし、ゴミはゴミ箱へ。お掃除はちゃんとしましょうねとかね。そういうところにはずっと変わらないものがあるんですけど、今だったら、きっと私のテーマになってくるのは、私じゃなくていい。私じゃなくてよかった。でも、私がいいって言ってくれる人がいる。きっとみんなじゃなくてもいいし、代わりはたくさんいるけど、
私がみんながいい理由。そこになってくる気がしますね。フェーズとしては。私がこう、コーリングで鍵をかけた宝箱の中に残ったみんなについてじゃないですか？ちょっと悲しい。ねえ、悲しいよね。そうなんです。人間って替えが利かない人間なんていないんですよ。だって人間はすぐに死んでしまいますから。ね、100年そこらぐらいで死んでしまうものって替えが利かないなんて、そんな都合のいいことは言えないけど、でも今ここにいるあなたがいい、その気持ちをきっと綴るんじゃないでしょうか。ねえ。これはなんかすごい悲しいこと自虐みたいなさ、私じゃなくてもいいんだけどっていうことではなくて、自分じゃなくてもいいから本当に苦しかったりとか本当に辛いとかここじゃなければって思うのであれば、みんな学校だったりとかね、職場だったりとかいろんなところで苦しい思いしたりとかもあると思うんですけど、大丈夫。あなたじゃなくても大丈夫。思い切って自分の行きたいところに行きなさい。たどり着いた場所がどこであってもここには帰ってきていいからね。それでもあなたがいいって言ってもらえる場所にいなさい。で、いつか余裕ができたら誰かに対して私じゃなくてもいいんだよなって思ってる人に、それでもあなたがいいよって伝えてあげられる人になってください。私はみんなからそうやって言ってもらえてるからずっとここにいられるので私もみんなに伝え続けないとね。私はみんながいいよって。これからどれだけ増えてもどれだけ減っても、それでもあなたがいいよってちゃんと伝えないとね。伝えなきゃ伝わらないですから。ゴミはゴミ箱に捨てちゃいなさい。大事なものはちゃんと大事にしなさい。疲れたら帰ってきなさい。